おはようございます。本日12日目。今日も外は晴れていて気持ちのいい朝です。今日は雨予報の心配はなさそうです。さて本日の予定ですが、八田立場跡からスタートし、四日市宿、石薬師宿、小野宿、亀山宿を経由し関宿でゴールする予定です。昨日の終了地点である八田立場跡まで徒歩で移動します。今日も朝は快晴で少しひんやりとした気温となっていて、歩くのにちょうど良いです。歩き始めると体が熱くなってくるので、少しひんやりした気温の方が嬉しいです。日の宮倉から5分程度歩いたところに明順寺があります。浄土真宗本願寺派のお寺です。このお寺の山門は桑名城の城門を移築したものと伝えられています。そういえば吉田城の大手門も本光寺に移築していました。でもお寺の門としても一体感があってしっくりすると思います。日の宮倉から20分程度歩いてくると町屋鷲跡があります。ここを流れる川は稲部川となりますが、ここらの下流部では町屋川と呼ばれているそうです。江戸時代ここ安永は桑名入り口の立場、旅人が休憩する茶店が集まっているところでした。町屋川の舟運の船着き場でもあったので大いににぎわっていたそうです。茶店では街道名物の安永餅を売っていたそうです。この地点から対岸には町屋橋がかかっていました。1635年寛永12年に初めて架橋され、川の中州を利用した板橋でした。図の橋は江戸時代中頃のもので、中央は馬が退避できるように幅がやや広くなっています。1933年昭和8年、国道1号線の橋が架けられ、旧東海道の町屋橋は廃止されました。それでは国道1号線にかかっている町屋橋を使って渡ります。橋を渡る手前にはベンチが用意されていて、足を休めることができるスペースがあります。これはいいですね。旧東海道を歩いていてもこのような休憩スペースにはめったに合わない気がします。橋の歩道部分は広く確保されていて、自転車とも余裕ですれ違うことができます。この町屋橋は思っていたより長い橋となっています。旧東海道は町屋橋を渡ったところを右に曲がり、1つ目を左折します。そして左折してから100メートルほど歩いてくると橋本橋があります。この橋を渡ったところには公園のような開けた場所があります。ここ旭町についての案内板が設置されています。旧東海道のルートとその周辺の見どころが書かれています。そして階段を上がると腰掛ける場所もあり、休憩するにはちょうど良いスペースです。説明板と復元されている何かがあります。これは町屋川の水止めとのことです。この桜並木は町屋川の堤防で、かつて東海道沿いには隅落としと呼ばれる水門が設置され、洪水時に板をはめて浸水を防いでいました。写真は昭和初期のもので、当時は松並木で水門と東海道の様子が写されています。水門は平成24年度の工事で一度撤去されましたが、地元の願いにより現在の場所へ移設され、往時を偲ぶモニュメントとして残されています。目の前には近鉄名古屋線の踏切があるのでこれを渡ります。道幅も広くて歩きやすいです。踏切の隣には駅がありました。これは伊勢朝日駅です。踏切を渡った少し先の駐輪場に一里塚のような感じのスペースがあります。樹齢およそ300年のえのきだそうです。先に進みます。このえのきから先は道幅も狭くなり、旧東海道を歩いている感じがしてきました。1キロほど歩いてきました。関西本線の旭駅にほど近い旧東海道で、このような旧カーブを通ると、ここは増形や可燃手なのかと考えるようになってしまっています。東海道はこちらでござるっとの案内板があります。かたじけない。道幅がいかにも旧東海道ですね。ござるの場所から20分ほど歩いてきたところに解説板があります。解説板によると、ここには松寺の立場跡があったそうです。桑名宿と四日市宿の間には5カ所の立場跡があったそうです。あとやたらとまっすぐな道が続いているような気もします。道がまっすぐなので、当時は遠くから来る人がよく見えたのではないでしょうか。近鉄名古屋線の近鉄富田駅近くにある富田の一里塚跡です。石碑が立っていました。日本橋から98里目の塚が過去にあった場所です。あと8キロほどで日本橋から約400キロ進んできたことになるのですね。ポツンと1本大きい松の木がありました。変わらずの松で樹齢約200年とのことです。昔この地域が
川原市と呼ばれていたことからついた名前とのことです。さて四日市宿にもかなり近づいてきました。三谷合同自治会様、分かりやすい看板ありがとうございます。ご案内通りに進ませていただきます。この道の前方には桜が咲いていますね。この徒歩旅は開始した時期が良かったです。桜の開花のタイミングが良くて、桜を眺めながら各宿場を通過できています。公園になっています。そして目の前の川は海蔵川です。三谷一里塚跡で日本橋から99里目の塚が過去にあった場所です。昭和20年代に海蔵川が拡幅された際、川の中に取り残されてしまったとのことです。それにしても今日の空の青さと桜のピンク色がすごくマッチしている景色となっていて素敵です。いいタイミングで来たと思います。海蔵橋を渡って海蔵川の対岸へ渡ります。先ほどの案内板通りに橋を渡って左折し、そしてすぐに右折します。そして右折後に進路を南下し、10分程度歩いてきたところに橋があります。御嶽橋となります。この橋を渡る途中で、この橋から右岸の堤防を見ると、そこには歌川広重の東海道53次の四日市が描かれていました。そしてこの橋を渡ってすぐのところには長持笹井屋本店があります。7本入りの長持を購入しました。ホテルで食します。桑名宿は伊勢路の玄関口として、また七里の私の終点として多くの旅人を迎えてきた宿場町でした。今もなお歴史の断片が町の随所に息づいています。次は四日市宿となります。四日市宿は現在の三重県四日市市に位置し、日本橋から約388キロ離れた43番目の宿場町となります。旧東海道から脇道にそれると小学校があります。この小学校の場所には陣屋があったそうです。そして江戸幕府が天領幕府直轄領である四日市を管理するために設置した陣屋代官所となるそうです。陣屋とは大名や代官が領地を治めるためのいわば行政の中心地となります。ここでは年貢の取りまとめや裁き事が行われ、地域の政治と暮らしを支える中心地として多くの武士や役人が日々職務に当たっていました。この陣屋は単なる役所ではなく、敷地の周りには土塁と堀が巡らされ、入り口は城のように枡形構造、まさに小さな城郭ともいえる存在でした。明治の時代には一時的に県の行政拠点としても使われましたが、明治9年1876年に起きた伊勢暴動の際に焼失し、そのと堀も埋め立てられました。長持屋さんから歩いて10分ほどのところに石柱の道標と解説板が立っています。石柱にはすぐ江戸道と刻まれており、このすぐとはまっすぐの意味となります。解説板には現在の国道1号線に分断される前の旧東海道のルートが示されています。先に進みたいと思います。四日市という地名は毎月4のつく日に市が開かれていたことに由来しているそうです。ここから旧東海道は国道1号線を渡ります。渡った先は商店街です。四日市の旧東海道はこの商店街の中を通過します。商店街は約300メートルほどあります。ほどなくして日長のお岩県に到着します。ここは江戸と京を結ぶ東海道と伊勢神宮へと向かう伊勢街道の分岐点となります。伊勢まではここから60キロ以上の道のりとなります。この場所に立つ鳥居は桑名の七里の渡しにあった1の鳥居に対して2の鳥居と呼ばれています。初代は安永3年1774年、旅人が伊勢を擁拝できるように建てられたものでした。そのと鳥居は何度も建て替えられ、9代目は昭和50年に伊勢神宮伊蔵宮の鳥居を移設したものでした。そして現在の鳥居は平成28年10月に再び伊蔵宮から移転された10代目となります。なお日長は四日市宿と石薬師宿の中間に位置し、愛の宿として多くの旅籠や茶店が立ち並んでいました。日長の追い分けからさらに2キロほど歩き、国道1号線の内部橋を渡って再び旧道へ戻ります。突き当たりを右折します。正面の家の格子に小さく東海道の案内板がありました。案内板から西方向へ進むと、電柱の上の方に赤文字で杖付坂との案内板があり、左折を指示しています。案内板通りに左折し進むと、先には気持ち上り坂になり始めているような道が見えます。近づいたら全然緩やかではありませんでした。杖付坂との体力勝負の開始です。
全長はおよそ100メートルと短いですが、飛行が20メートル以上あり、東海道の中でも屈指の急坂として知られています。ここは大和武尊が東西の帰り道に弱った体で剣を杖代わりにして登ったという伝説の地で、古事記にもその名が記されています。また敗勢松尾芭蕉が馬に乗ってこの坂を越えようとした際に、あまりの急坂に落馬して読んだ句「勝ちならば杖つき坂を落馬かな」によってさらに名が知られるようになりました。大正時代の末期には坂を登りきれない自動車を坂の下の民家にいた牛の力で押し上げたという逸話も残っています。急坂を登りきったところに落ち塚社があります。ここは大和武尊が杖つき坂を登りきった際に足から流れた血を洗ったと伝えられる場所となります。そしてここから10キロ先には大和武尊が力尽きたとされる野物神社があります。旧東海道は再び国道1号線と合流します。少し先に進んだ国分町交差点のところで鈴鹿市に入りました。次の宿場である石薬師宿ももう少しのところまで来ました。そして国分町交差点から1キロほどの場所で旧東海道は国道から右へ分岐します。ここからいよいよ石薬師宿に入っていきます。四日市宿は追い分けや急坂数々の伝説を残す東海道中の要所でした。旅人の息遣いが今もなお道のあちこちに感じられます。次は石薬師宿となります。国道1号線から右手に分岐した旧東海道の左手には宿場の案内板や石碑があります。ここから石薬師宿に入っていきます。石薬師宿は現在の三重県鈴鹿市に位置し、日本橋から約398キロ離れた44番目の宿場町となります。この宿場は四日市と亀山の間が22キロと長かったため、1616年元和2年に新たに設けられました。比較的新しい宿場で宿泊よりも休憩所として利用されることが多かったそうです。現在当時の建物はあまり残っていませんが、旧東海道らしい道幅や家並みから宿場の雰囲気を感じ取ることができます。道がまっすぐ伸びており、宿場の端までを望むことができそうなくらいです。そんな中に格子に包まれた趣ある建物が見えてきます。小沢本陣の跡です。宿場には本陣が3軒ありましたが、脇本陣はなかったとのことです。そして当時のお屋敷は現在よりも広かったそうです。建物自体は明治時代に建て替えられましたが、文章も多く残されており、元禄年間の宿帳には赤穂藩主浅野匠の神の名も記されていたそうです。現在旧東海道は国道1号線の上を渡っています。そういえば権田坂では国道16号線の上を、箱根の石畳も国道1号線の上を通っていましたね。石薬師寺は三重県鈴鹿市の旧東海道石薬師宿にある真言宗の寺院で、ご本尊は薬師如来とのことです。奈良時代に聖武天皇の直眼で創建されたと伝えられ、良き平癒の祈願所として信仰を集めてきました。江戸時代には東海道を行き交う旅人が道中の無事を祈るために立ち寄る場所として親しまれ、広重の浮世絵にも登場しています。現在も石薬師宿の歴史を伝える静かな寺院として残っています。石薬師寺の動画撮れていませんでした。写真もこの2枚だけでした。さて気分も取り直して石薬師寺から南下するように進みます。少し右にカーブし、樺野川に架かる樺川橋を渡り、左手に見えるのが石薬師の一里塚です。日本橋から102里目の塚となります。一里塚の説明板には、一里塚と気づかせその上に松とえのきを植えさせたとあります。この木は松ではなさそうなのでえのきってことでよろしいでしょうか。よろしいことにしときます。橋を左に進み、南下するように進むと目の前には関西本線のガードがあり、これをくぐります。すると視界が開放されます。これは田んぼでしょうか。分岐点のところには進路を指し示す案内板が立っているので迷うことはなさそうです。右に小野宿があることを教えてくれていますので、関西本線に沿うように西に進んでいきます。そんな時に田んぼの中を2両編成の電車が通り過ぎていきます。このような道をしばらく歩きます。これが6月頃とかだと田植えもされていて、景色もまた違ったのでしょうか。さらに小野宿には右折との案内があるので、関西本線の下をくぐっていきます。くぐった先も一面田んぼの景色となります。まだ田植え前の季節なので一面灰色って感じですね。
道幅は旧東海道って感じです。現代は国道やら陸橋やらで交通量も多く騒音で賑やかな感じがしますが、当時はこれらのものは存在しないので、視界の景色や環境音は今とは全然違ったのでしょうね。国道が近づいてきました。再度国道1号線に戻ります。そしてここから1キロ程度進んだところが小野宿となります。石薬師宿は小さな宿場ながら旅人たちの憩いの場として重要な役割を果たしてきました。今も旧道には歴史の面影が静かに残されています。次は小野宿となります。小野町西交差点に着きました。目の前は小野宿の入り口でしょうか。説明板があります。ここでは広重が描いた名作小野の白雨とその作品が描かれた場所について解説されています。小野宿は現在の三重県鈴鹿市に位置し、日本橋から約401キロ離れた45番目の宿場町となります。隣接する石薬師宿と同様規模は小さく、四日市宿と関宿の間に挟まれた立地のため宿泊する旅人は少なかったと言われています。当時通過する旅人のうち実に3分の2が休憩のみで立ち寄っていたそうです。小野宿は1624年寛永元年に設置された東海道53次の中で最後に追加された宿場です。これによって江戸から京都までの53の宿場が完成しました。宿場には本陣が1軒、脇本陣が1軒置かれていたとのことです。現在の小野町は鈴鹿川に沿って走る国道1号線と JR 関西本線に挟まれています。古い町並みが点在しており、往時の面影を今に伝えています。小野宿には資料館があり、旧小林家市指定文化財の母屋の一部を創建当時の姿に復元して1998年平成10年に開館しました。ここには小野宿の本陣、脇本陣の文書、宿駅関係資料、日本画家のゆえ小林彦三郎氏の絵画や文書、さらに地域に残る民具や農具、日用品などが展示されています。入館は無料となっています。小野宿の本陣跡は現在小野町集会所となっています。石碑には本陣の敷地は229坪あったと刻まれています。本陣跡横の考察場には説明板があり、そこに当時実際に使われていた考察が小野宿資料館で展示されていることが記されています。休憩場所を求めて入ったのが川俣神社です。鳥居の入り口からは見えなかったのですが、中に入るとでっかいブロッコリーがなっていました。この木はスダジイといいブナ科の常緑広葉樹で、関東地方から西では普通に分布しているそうです。どんぐりがなる木とのことです。そしてこのスタジーは推定で樹齢400年、高さは11メートル、地上の幹回りが5メートルの巨木となっています。電池があったのでスダジーを目の前にしながら本日のホテル探しです。今回は亀山駅の近くで無事に予約することができました。明日の天気予報は広範囲で一日中強い雨が降るとの予報となっていました。さすがに土砂降りの中を鈴鹿峠越えするようなことはしたくないので、明日は休息日とし2連泊可能なホテルを選びました。川俣神社からすぐの場所に小野宿西口跡があります。木戸か三月あたりになるかと思います。京川の出入り口です。そして振り向くと京川からの小野宿の景色はこんな感じに見えるのですね。小野宿は規模こそ小さな宿場ですが、白雨の浮世絵や資料館、そして歴史を感じさせる巨木スダジーなど心に残る風景に出会える場所でした。次は亀山宿となります。亀山宿は現在の三重県亀山市に位置し、日本橋から約409キロ離れた46番目の宿場町となります。旧東海道はこの T 字路を右から来て奥に進んでいきます。この場所は出戸口門のあった場所で番所が置かれ、通行人の監視や警護に当たっていたそうです。亀山城下町の東の出入り口にあたる江戸口門にはかつて水堀や土塁門や番所が設けられ、通行人の監視や警備が行われていました。江戸口門をくぐると亀山宿に入ります。今の東町には本陣や旅籠問屋場がありましたが、現在はアーケードのある商店街へと姿を変え、当時の建物はほとんど残っていません。宿場であり同時に城下町でもあったため繁栄していたと言われています。しかし藩領内に幕府直轄の宿場が置かれていたため、
参勤交代の大名たちは亀山宿での宿泊を遠慮する傾向がありました。そのため宿場の規模はあまり大きくならなかったようです。宿場には本陣が1軒、脇本陣も1軒置かれていました。江戸口門から京口門までの道は防衛のために七曲りと呼ばれるほど複雑に折れ曲がっており、これは亀山城の外堀に沿っていたことが地図からも確認できます。商店街の中ほどに樋口本陣跡と書かれた木札が柱にくくりつけられている場所があります。ここが本陣の一つ、樋口屋本陣跡です。この本陣では東町の問屋場の役割も担っており、10日または20日ごとに西町の問屋場と交代していたそうです。商店街を進んでいくと江賀室交番前交差点の手前に左折の案内板があります。実はこの交差点の正面がかつての亀山城の大手門跡にあたります。考察板もこの場所にあり、説明板には考察のサイズが記されています。横6メートル、高さ 4.2 メートル、奥行き 2.7 メートルもあったそうです。交差点は左に曲がって進みます。旧東海道は左右にカーブしながら下り坂になります。坂を降りた先の交差点には東海道亀山宿と刻まれた石標が立っています。そのまま進んで少し上がったところには西町問屋バートンの案内板が見えてきます。10日または20日ごとに東町の問屋場と交代していたそうです。この辺りから町の雰囲気が変わり、旧東海道らしい趣のある町並みが続きます。西の丸は家臣の屋敷や藩校明林社が置かれていた重要な区域でした。この場所の外堀は東海道沿いに築かれており、防御と景観の両面で重要な役割を果たしていました。現在では亀山市による発掘調査をもとに復元された西の丸外堀を見ることができます。亀山宿を抜けてから野村一里塚までの旧東海道も昔の面影を残した町並みが続きます。野村一里塚は日本橋から105里目の塚となります。江戸時代に築かれた塚がそのまま残る野村一里塚です。この無垢の巨木は樹齢400年になるそうです。一里塚からしばらく歩くと旧東海道を JR 関西本線が塞ぐように横断しています。これを跨線橋で渡るとその先は大光寺縄手と呼ばれる道になります。かつては松並木が続く美しい道だったそうですが、現在は桜が植えられ春には花が咲き誇る景観が楽しめます。通った時は満開のピークを終えていた状態でした。大光寺縄手の言われは、縄手とはまっすぐな長い距離のことです。大光寺縄手は東海道が約2キロにわたって鈴鹿川沿いに築かれた堤上を通り、東海道の縄手道では随一の長さとされます。この大光寺の地名はかつてこの地にあった大寺である六門山塩雲台光寺に由来すると伝えられています。旧東海道は JR 関西本線の踏切を渡り再び国道1号線に合流します。そのまま200メートルほど進むと関宿の大きな案内看板が見えてきました。本日のゴールはもうすぐです。看板からさらに500メートルほど進み、本日のゴール地点関宿東の追分に到着しました。追分の旧東海道側には江戸時代にタイムスリップしたかのような美しい街並みが広がっています。ホテルに向かうため関駅まで移動します。歩道橋に関駅の標識がついています。目の前に JR 関駅があります。この駅は無人駅となっていますが、売店兼喫茶店があり、お土産やお茶をすることができるようです。到着した時間ではお店は閉まっていました。時刻表は1時間に1本程度の本数となっています。亀山駅まで移動するため電車を待ちます。構内アナウンスが流れ始めました。そろそろ電車がホームにやってきます。日の暮れた景色の中で電車の明かりが灯り、そして近づいてきました。この電車に乗って亀山駅まで向かいます。本日はここ関宿東の追分までとなります。ホテルは亀山駅にあるパッパホテルで予約ができました。今回は2連泊です。明日は1日中大雨の予報なので休息日とし、あさってに出発する予定です。本日もここまでご視聴いただきありがとうございます。